もしあなたが入院した病院で必死に体の異常を訴えても信じてもらえなかったら、2021年5月2日、中国浙江省杭州市、杭州河岸医療病院の病室からは女性の悲痛な叫び声が漏れ聞こえていました。彼女はフォロワー6万人以上を誇る美容インフルエンサーシャオランさん。この病院で死亡吸引術を受けたシャオランさんは術後からずっと泣き叫びながら全身の痛みを訴えていたのです。しかし、死亡吸引後にはよくある反応です。心配いりませんよ。病院側はそう説明し、鎮痛剤を投与するだけ。その他目立った措置は取りませんでした。この時、シャオランさんの体の大部分が壊死し始めていたにもかかわらず、患者が激しい痛みを訴え、体が壊死しても対応しない病院。病院の異常な判断に隠されていた底知れぬ闇とは。その病院が追い求めたのは安全性ではなく、美しくなりたいという願望を利用した金儲けだったんです。おそすけちゃんです。やみやみかーです。チェコチェコね。チェコ行ってきたんや。チェコに行ってきた。この間。チェコって何？どこ？チェコっつうのはね、もともとチェコスロバキアっていうあ感じでこう、聞いたことある。ね、一緒の国だったのがまたね、うん分裂して元に戻って独立国になったみたいな感じで、はいはい。で、首都はプラハなんですけど、プラハがですね、はいはい。もう街が世界遺産で、もう屋根がね、バーって全部オレンジ色のレンガみたいな感じで。芸術の街みたいな感じ？そうなんですよ。まさに芸術で、チェコの出身のね、画家でね、有名な人誰だと思います？チェコ？はい。ジェリコ。ミュッシャというわけで、ヤリオさん、お土産です。ミュシャのイラストのしおりです。しおり。めっちゃ素敵じゃん。はい。これね、可愛いんですよ。かわいい、ねなんかすごい美しい。はいいや、横顔めちゃくちゃ、これ黄金比じゃない？これ知らないけどさ。綺麗ね、みんなこれ。しかもなんかミュシャのサインまで書いてある。これ本物？本物のミュシャのサイン？そんなわけねえだろ、お前。そんなわけじゃない。人からのプレゼントをさ。ありがとう、すごい。これ、だからしおりでしょ？そうだね読んでる途中のところに挟むんでしょ？そうだよめちゃくちゃこういうの欲しかった、本当に。指摘してからめっちゃ褒めるようになるじゃん。違うけど、本心よ。紙の本もね、読む方だと思うんでね。すごい嬉しい。まあ僕、しおり結構好きなんで結構買うんですよ、旅行したら。これからいろんなね、国のしおり持ってきてよ、お土産で。いや、なんで指定なんだよ。あなたの愛を感じてます。ありがとう。まあちょっとね、チェコのプラハ自体、街もね、プラハ城がね、すごくて、僕旅行した中で、トップ3の国になりましたね。その、お城がすごいんだ。そうです。窓がね、ステンドグラスで、で、ステンドグラスをミュシャがね、作ったやつが1枚あるんですけど、やっぱ異質で、いい意味で浮いてるんですよ、ミュシャのイラストのタッチって。昔のちょっと西洋絵画のタッチとまた違ったりするんでね。ちょっとそのあたりも含めて、歴史的価値とか、アート的価値も高い都市になってますので、間違いなくおすすめなのでね、皆さん騙されたと思ってね、ぜひ一度プラハに行ってみてください。行ってみたい。今回は世界にはびこる闇ということで、中国美容医療の闇についてお話しします。これね、死亡吸引の手術を受けた美容インフルエンサーが亡くなってしまうんですが、術後彼女が異常を伝えても病院はね、まともに取り合ってくれなかったんです。それはどういうこと？その異常が本人にしかわからなかったってこと？女性はね、素人が見ても分かるくらいね、深刻な状態にあったんです。この病院のね、人間に何を言っても無駄だと悟った彼女は、驚愕の行動に出るんです。最後の手段。2021年5月4日、中国浙江省杭州市、早朝5時頃、緊急通報120番へ一人の女性から電話がかかりました。助けてください。全身が痛くてもう耐えられないんです。その女性は当時33歳のシャオランさん。美容インフルエンサーとして知られている彼女は、韓国やイタリアで専門的にデザインを学び、自らファッションブランドを経営する実業家でもありました。驚かされるのは、この時シャオランさんが病院の中から救急へ通報していたこと。死亡吸引術を受けたシャオランさんは術後の経過観察のため入院していました。それにもかかわらず、彼女は体に異変が現れた状況で、その病院の医師や看護師に頼るのではなく、救急への通報を選んだのです。いや、病院に入院してる人が自分でそこから救急車呼ぶってさ、聞いたことないわよ。それってよっぽど病院が何もしてくれなかったってことよね。すでに病院にいる人がさ、病院に行きたいですって、病院に連れてってくださいって通報するってもう異常ですよね。そしてシャオランさんはすでにこの時取り返しのつかない状態だったんです。
その後シャオランさんは入院していた広州河岸医療美容院とは別の病院へ搬送。病院へ駆けつけた家族に対し医師はこう言います。なぜもっと早く病院へ連れて行かなかったんですか。ここまで症状が進行してしまってはもう治療の施しようがありません。シャオランさんは感染性ショックに多臓器不全、広範囲に及ぶ皮膚のただれやむくみ、壊死性筋膜炎などに見舞われており、すでに深刻な状態にありました。一体なぜ医療機関の管理下にありながら彼女はそれほど危険な状態となってしまったのか。実はその病院を選んだ時点から間違いは始まっていたのかもしれないのです。時は2日前まで遡り、シャオランさんはその日、広州河岸医療美容院へ一人で訪れました。もっと綺麗になってみんなを驚かせてやるんだから。そんな考えから彼女は家族にも友人にも脂肪吸引術のことはほとんど話していなかったといいます。美容インフルエンサーでありながらファッションブランドを経営するシャオランさんは、短期間で会社の評価額を大きく伸ばしたやり手の若手実業家。会社経営の傍ら SNS ではファッションや美容、高級感のあるライフスタイルなどを発信し、6万人以上のフォロワーを誇っていました。そして今回の手術は自ら築いたその地位が後押しした部分もあります。自ら自身のブランドの服を着こなして発信することが多かったシャオランさん。彼女はブランドのイメージを背負っていることもあり、自分の外見に対してかなりストイックでした。周囲からはもう十分綺麗と見られていましたが、目が小さい、少し太っているなど本人としては満足のいかない部分が多々あったのです。こうやってね、容姿を売りにして表に立ってる人だとさ、十分綺麗だよとかって言われてもさ、やっぱ他の人との勝負でさ、比べちゃうわけじゃない。個性の範疇なのにやっぱもっともっとって言ってさ、求め続けちゃうわよね、自然と。中国は特に外見偏重の風潮が強いとされていて、インフルエンサーはね、余計にプレッシャーを感じやすいとされているんです。そしてその風潮は美容医療業界の闇にもつながっているんです。というわけで本日のメトラキーワード、眼地経済について。中国では外見の魅力が就職、恋愛、収入、SNS での人気などに影響するという考え方から、眼地経済という言葉が使われることがあります。眼地とは顔や見た目の価値を意味する言葉。特に SNS では白く、若く、細いといった美の基準が強く称賛され、インフルエンサーは常に外見を評価される立場に置かれやすくなります。この眼地経済に目をつけたのが美容医療の業界。美容医療アプリや広告は手軽に買われる、美しさは投資といった言葉で美容整形を身近な消費として広げていきました。つまり眼地経済とは、外見が価値として扱われる社会の中で美容医療が巨大な市場になっていく構造のこと。そしてその裏では、加工されたビフォーアフター写真、偽の体験談、成功例ばかりの広告、無資格クリニックの存在などが問題視されているのです。脂肪吸引術を受けるにあたって、シャオランさんはなぜ広州河岸医療美容院を選んだのか、その理由は定かではありません。ただこの病院は美容整形アプリや SNS で広く広告を展開し、大手化粧品メーカーポーライヤーともパートナー契約。施設も4000平米と中規模以上で、信頼できる医療機関に見えやすかったと考えられます。またシャオランさんは過去にも美容整形を受けた経験がありました。問題なく手術が完了し、美しくなった姿を褒められていた経験から、施術への心理的ハードルが下がり、病院にはそこまでこだわっていなかったのかもしれません。そして手術前、シャオランさんは友人にこんなメッセージを送りました。小さな手術を受けるからしばらく返信できないかも。友人には小さな手術と説明していたシャオランさん。彼女はこれから受ける手術が難易度の高い大手術だということを知らなかった可能性があるのです。これはさ、病院からどれくらい危険な手術かってことを聞かされてなかったってことなの？その可能性が高いと言われてるんです。そして手術を受けた彼女の体には異変が現れるんですが、その時病院側は信じられない対応をするんです。よくある後遺症。シャオランさんが受けた手術は、陽腹部脂肪吸引修復術、上腕の脂肪吸引、自分の脂肪を使用した包協術の3つ、腹部、腰部、両腕、乳房の施術を1回で同時に行うというものでした。脂肪吸引量は合計 2000ml とされ、その規模は難易度の高い3級手術に該当するとされます。そしてこの手術を終えた後、シャオランさんは、痛い痛い助けて。
広州河岸医療美容医院の病室からはシャオランさんのけたたましい悲鳴が響いていた。手術を終えた後、彼女は2日間にわたって叫び続けていた。その声を聞きつけ、医師は病室へやってきはするものの、死亡吸引後にはこれくらいの痛みはよく見られるんです。心配はいりませんよ。何度痛みを訴えても医師も看護師もそう言って取り合おうとはしない。痛みだけではない、広範囲にわたってただれてしまっている体、激しく脈打つ心臓、胸が締め付けられるように苦しく、息も思うようにできない。シャオランさんは自分の体が内側から蝕まれていることを身をもって感じていた。このままここにいたら死んでしまう。彼女はベッドサイドに置かれていたスマホに手を伸ばした。そしてすぐそばに医師や看護師がいる状況の中、緊急通報120番を押した。2日間叫び続けてるんでしょ、うん、それ見てこんなのよくあるってなわけないじゃない、でそれだけ苦しんでる姿なんて見たらさ、放っておくなんてできないわよ普通、病院側も異常だと薄々分かりながらあえて放置したように見えますよね。シャオランさんがいくら異常を訴えても、広州河岸医療美容医院の対応は鎮痛剤や座薬の投与のみにとどまりました。明らかに容体が悪化しているにもかかわらず、病院は詳しい再検査をしようともしなかったのです。極めつけにシャオランさんが感染症ショックで意識を失った際にも、病院側は寝ているだけと捉えていたという指摘も。別の病院への搬送後、シャオランさんは集中治療室へ。人工呼吸器などの生命維持装置が使用され、腹部を切り開いて内部を洗浄、殺菌する手術も2回行われました。しかし懸命の処置も虚しく、死亡吸引術から2ヶ月後の2021年7月13日、感染症によって消化器官から大量出血を起こし、彼女は亡くなってしまうのです。最後の2ヶ月間、シャオランさんは意識がある時もあったといいますが、チューブを挿入されている関係から言葉を発することはできなかったといいます。ただ美しくなりたかっただけのはずが、着実に命が失われていく。別の病院への搬送があと1日早ければ助かる見込みもあったかもしれないとされるその状況で、彼女は何を思っていたのでしょうか。別の病院へ搬送された後も、広州河岸医療美容医院は家族に対し、水ぶくれができただけなどと説明していました。シャオランさんの状態から事態の深刻さを理解していなかったとは考え難く、そこには対応のまずさを隠蔽する意図が見え隠れします。そして実は病院や執刀医の経歴を踏まえれば、こうした術後の不備の隠蔽も珍しくないことに思えるのです。過去にも同じようなことやらかしてるってこと、病院が、それもそうですし、そもそも今回の手術自体ね、やってはいけなかったんじゃないかという意見もあるんです。医療への冒涜。シャオランさんの死亡を受け、病院側は手術自体に違反はなかったという趣旨の説明をしました。さらに事故の後は消防演習のため休診と説明して病院を閉めており、執刀医のガオちゃんは SNS アカウントも削除。これらは責任の追及を避けるための動きと見られています。シャオランさんの友人や家族は SNS を通じて長文の告発をしました。そこに書かれていたのは、手術当日に付き添いが不要とされたこと、術後の激痛を軽視したこと、病院が救急車を呼ぶのではなく本人が自力で120番通報をしたこと、また家族は事故後監視カメラ映像の開示を求めているのですが、病院はこれも拒否。看護記録にしても一部のページが抜き取られている疑いがあり、家族は説明と賠償を求めました。そもそも今回行われた 2000ml 規模の死亡吸引は難易度の高い3級手術とされており、執刀医のガオちゃんには資格が足りていなかったとされています。ガオちゃんが所持している資格は失業医師。しかし 2000ml 規模の死亡吸引術には副主任医師以上の資格が必要だといいます。家族側の調査では手術中の操作が荒く、傷の面積が大きくなりすぎていたという話も。さらに過去の経歴を思えば今回だけでなく、この病院はこれまでにも危ない橋を渡り続けてきたのではないかと感じさせられるのです。そう、シャオランさんの事故以前にも広州河岸医療美容院は複数の違反で処分を受けています。診療記録などの不備や違法な医療広告、認可外の口腔インプラント治療など、その内容を挙げればキリがありません。大々的に広告を打ち、化粧品会社との提携などで信頼を得ていたこの病院、その内情にあったのは顧客の安全よりも集客が優先される体制でした。シャオランさんがいくら術後の激痛を訴えても取り合わなかったことも、やはりそれらの経歴から失敗を隠蔽する体質が染みついていたからではないでしょうか。もうね、病院が利益を上げることも存続していく上で大事だとは思うんだけどさ、それより大前提として人の命を預かってるっていう責任があるわけじゃない。いや、
人の体にメスを入れることがどれだけね、その人の人生に関わってるか、責任重大なことかなんてさ、お医者さんになる前に何度も教わってるでしょ、絶対に。まあ、失敗をね、起こさないように最善を尽くすのが医療のあるべき姿だと思いますし、ましてやね、失敗を隠蔽しようとするなんてね、絶対にありえないですよね。シャオランさんが亡くなってから2日後の2021年7月15日、広州市衛生健康委員会は本件を医療事故と認定。手術前の認識不足、手術中の対応の不適切さ、術後観察の不備や処置の遅れがあったとして病院側に全責任があると判断されました。病院には日本円換算で100万円以上の罰金、営業停止、是正命令などの処分が下されています。執刀医についても具体的な内容こそ報道されていませんが、追加処分の指示が出されました。被害者のシャオランさんは手術後激しい痛みに苦しみながらも仕事の連絡は欠かさなかったといいます。彼女は華やかなインフルエンサーだっただけではなく、自身の仕事に誇りとこだわりを持っていた女性でした。中国の眼地経済の風潮が重なり、表に立つ以上もっと美しくならなければというプレッシャーもあったことでしょう。一方、眼地経済の文化は無視覚での施術や古代広告など美容医療業界の悪しき風潮の遠因となっている部分もあります。美しくなりたいという純粋な願いと、その願望を利用して利益ばかりを追い求める医療機関、その先に待っていたのが今回の悲劇でした。美しくなりたいという気持ちが誰かの利益に変えられていくとき、私たちはどこで安全を判断すればいいのでしょうか。この動画は2026年4月 SNS 上で爆発的に拡散されたものです。2025年9月25日、メキシコソノラ州ある部屋の中で動画が撮影されていました。それは一人の少女が椅子に座り、その周りを二人の少女たちが取り囲んでいるというもの。少女は目隠しをされ、ロープで体を椅子にくくりつけられますが、特に恐怖を感じている様子はありません。というのも、この動画が撮影された日は彼女自身の15歳の誕生日。少女は2人からサプライズがあると言われ、この部屋を訪れていたのです。すごい凝ってる。一体何が起こるんだろう。この後の展開を想像して胸を高鳴らせていた少女。しかし彼女が期待していたような楽しいイベントなど初めから用意されてはいませんでした。2人の少女たちはキスをしたかと思うと、あたかもネックレスを巻くかのように慎重にロープを首に巻きつけ、そのまま一気に絞め殺してしまったのです。自らの誕生日にサプライズと称して殺害された少女。友達だったはずの2人がなぜこのような蛮行に及んだのか。加害者たちの胸にあったのは差別心によって増大した深い嫉妬だったんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。